皆様、本日は久しぶりの唐揚げなんですけれども、こちらの鶏のもも肉と、じゃん、ご飯ですよ。桃屋のご飯ですよ。まあ、桃屋さんじゃなくても大丈夫なんですけど、この海苔の佃煮ですね。こちらを使って、やみつき海苔から作っていきたいと思います。で、用意してほしいのは、まあ、これをね、下味につけるプラス、衣にはね、青さの海苔を入れようと思っているので、そちらを用意してほしいのと、今回は、こちらのニンニクと生姜、きちんとね、チューブじゃなくて、すりおろしたんですけど、もちろんチューブでも大丈夫です。ただまあ、こっちの方がね、やっぱり風味は強いので、生姜は結構ちょっと多めに小さじ1杯と、ほんの少しのニンニクですね。ニンニクはね、最悪なくても大丈夫なんですけれども、少しね、入れるとやっぱりちょっと病みつき度というかね、コクが変わるので、ぜひぜひ入れてほしいところです。じゃあまずちょっと鶏もも肉カットしちゃいます。で、もも肉なんですけれども、今回はいつもね、大きい唐揚げ作るときは、4等分ぐらいにしかしないんですけれども、今回ちょっと6等分にしようかなと思ってるので、まあ、普通に縦にカットして、で、まあ、等分で。はい、こんなもんで。今回だから唐揚げが12個できる予定です。そう、しゅんちゃんが包丁研いでくれてたから、抜群で切れるよ。シュッと。シュッと。でね、今回はちょっと一晩ちゃんとつけようかなと思ってるので、特に切れ込みとか入れなくても大丈夫です。数時間漬け込んですぐパッと揚げるんだったら、ちょっとだけね、鶏肉に切れ込みなりなんなりを入れてあげた方が味に馴染みが良くなると思います。ではここに生姜、約小さじ1杯分。シャッと。に、ニンニクほんのりね。ほんのりニンニク。まずこれ小さじの4分の1ぐらいですね。まあ少量、ほんと少量で。じゃあ、お醤油ちょっと大きいの今ちょうど切らしちゃってて、こちらになります。大さじ1杯。海苔の佃煮がね、結構しっかり味がついているのと、あと甘みが強いので、今回みりんは入れません。お酒、こちら大さじ2杯入れます。あごだし、やっぱおだしはね、入れたいので、こちらを大さじ2分の1。ご飯ですよ。海苔の佃煮ってご飯ですよが食べたことがないんだけど、ご飯ですよを使う場合はね、結構甘みが強いじゃないですか。なんで、これは大さじ1杯分、なんで小さじ3杯。でね、これで海苔の旨味、甘みを下味の段階でつけるんだけど、プラスね、衣の段階では、青さこを入れるので、青海苔の香り。海苔の香りはすごいしっかりつくと思います。もう美味しい香りがしてる。ご飯ですよでご飯食べたい。はい。じゃあ全部材料入れたら、ちょっとよく揉み込んどきます。お酒がね、水分が結構入ってるんで、海苔の佃煮はよく溶けると思います。でも、海苔の佃煮の香りもすると、やっぱ生姜の香りもね、しっかりしますね。こんな感じで、よーく混ぜ込んで、まんべんなくね、海苔が混ざったら、ラップをして、ちょっと、ぴっちりと空気に触れないようにして、OK。はい。じゃあ、こちらで冷蔵庫で一晩寝かせて味をなじませたいと思います。では、こちら、結局1日漬け込みました。もうね、めちゃくちゃいい香りだし、すげえ下味しっかりついてる感じですね。はい。そしたら、こちらはいつも通り片栗粉にサクッとしたいんでね、やるんですけれども、ここに青さを入れたいと思います。で、片栗粉の中に、量がね、ちょっと多くなりすぎると怖いんで、大さじ1杯ぐらいで、ね、海苔の下味はしっかりとご飯ですよでつけていますので、香り付けです。まあでも青さほんと少し入ってるだけでね、めちゃくちゃいい香りするんで、はい。で、片栗粉とちょっと混ぜて、そしたらここに衣、先ほどの下味をつけたお肉を片栗粉にしっかりめにつけて、ちょっとしばらく放置して衣なじませて水分を浮かせたいと思います。で、今、青さ、大さじ1入れたんだけど、もうちょっと入れてもいいかもしれない。なんかね、今見た感じ衣にそこまでめちゃくちゃ青さがついてるわけじゃないんで、もう大さじ2分の1追加しておきます。ちょっと改めて、しっかりめに衣つけます。で、今のうちに油の温度は170度まで上げといてください。で、いつもの唐揚げよりちょっと小ぶりになってるので、揚げ時間はいつもよりはちょっと短くしようかなと思っております。で、こういうね、卵をつなぎに使わないときは、ちょっとしっかりめに衣をつけてあげてね、薄衣になっちゃうので、剥がれやすいので、しっかりとつけてから
なじませるって感じで。いつもね、僕の作ってる唐揚げの方は、衣に卵を入れても、しっかりね、水分含ませてる衣になってるので、あれはまあ本当にもう、剥がれないし、しっかりと衣がつくんだけど、粉だけつけてる場合はね、剥がれやすくはなるので。で、あと衣をね、しっかりつけてほしいのは、まあ、ご飯ですよとかがね、しっかりついてるんで、表面に浮いちゃうとそこだけが結構焦げやすいんですよね。なんでしっかりと衣でコーティングして、少しでもね、焦げを抑えるって感じですね。はい、じゃあ衣がこんな感じでしっかりとついたら、まあ油の温度がまだもうちょっと上がるまで時間がかかるんですけれども、わかるかな、ここら辺はちょっとだけ浮いてきてますね、水分がこれ。では油の温度が170度ちょっと超えたぐらいからお肉入れ始めます。では、で、お肉はね、衣つける前に常温に戻しといてね、冷蔵庫から出しといてくださいね。はい。じゃあ6個ずつ揚げていこうかな。でね、唐揚げは僕は基本的には2度揚げをするので、最初にね、色がつきすぎないように。で、最初30秒ぐらいは放置して、で、まあ衣がちょっとしっかりついたなって思ったら、ちょっと触ってあげて。はい。すごくいい香りです。で、目安としてはまずこちらで2分間揚げていきます。で、余熱で中まで火を通します。でね、あんまり余計に加熱しすぎずに浮けば水分をね保持した状態でジューシーになるので、今回2分間でやって余熱で1分ぐらい火を通してから再度2度揚げをするんだけど、その2分間のためにもさっき言ったみたいに絶対常温には戻しておいてね、中が冷たい状態からスタートしちゃうと火が入りづらいんで、唐揚げの生焼けはね怖いんで。じゃあちょっと最初測り始める前に30秒ぐらいやったので、大体これで、2分30秒ぐらいになっちゃったかな。じゃあ一旦取り出して、はい、で余計な水分がその余熱に火を通してる間に表面に浮くので、はい、とりあえず1段階目の揚げはこんな感じです。でちょっと残りのやつを揚げていく間に中まで火を通したいと思います。はい、ちょっと今これ2つ目なんだけど、さっきよりもちょっといい音してるよね。ちょっとみんなにお届けするね、このいい音を。はい、じゃあ2つ目の方も今大体2分30秒にしました。最初のやつとね、時間が同じになるように。いい香り。でね、今は、最初の方はね、結構もう、揚げたてだと、こんな音わかるかな、サクサクなんだけど、時間が経って中まで余熱で火通してる間に、こっちはね、ちょっと柔らかくなってるんですよ。水分が浮かんできて。で、こちらを2度揚げして、最後、カリッと仕上げたいと思います。なので、とりあえず油の温度180度まで上げて、ちょっとその間に、浮いた余計なね、少しだけ剥がれた衣を取ります。で、今回使ってる油はね、最近僕たちがよく使う米油です。あっさり食べられるので、おすすめです。はい、じゃあ油の温度180度まで上がったので、2度揚げしていきます。ちょっとこれね、次跳ねるかもしれないんで注意してね。いきます。はい。で、この状態でだいたい30秒から1分の間を。で、焦げないように注意してね。最後はこの表面に浮かんでる水分を飛ばすっていう作業なんで。もう絶対美味しい。で、時間はさっき言った目安なんだけど、基本的にはこのパチパチがちょっと収まってきたら水分が飛んでる証拠なので、焦げないようにだけ注意しつつ、あとはこの音ですね。音で判断します。じゃあ、そろそろ揚げていきます。いい色。完璧な唐揚げ。こちらでやみつき海苔から完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずは乾杯。
はい、乾杯。はいでは、いきますか。いただきます。やば。めちゃくちゃうまい。言葉が出ない。うますぎて。うまみすごいね。やっぱり、青のりの香り、青さの香りがすごいするんだけど、やっぱ下味にさ、ご飯ですよ入れてるからさ、甘みもしっかりついてて、うまい。旨味が本当にすごい。これは、お子さん喜ぶよ。大好きな味だと思う。うまい。後からこの鼻に抜ける青さの磯の香りが本当に美味しい。いや本当にもも肉めちゃくちゃジューシー。ね。こうちゃんの唐揚げ大好きなんだけど、もうまた違う。ね。衣が全然違うから、唐揚げって本当に奥が深い。ねめっちゃうまいわ。だってこれ揚げ終わってから正直ちょっとサムネとかものもらって5分ぐらいは経ってるんですよ。それでもこのまだね、サクサク感。最高。うますぎる。こうちゃんの揚げ方がやっぱりめちゃくちゃうまい。本当に。ほんとお店。ちょっとね、びっくりしてる。うますぎて。今までのとはまた違うもんね。海苔いいね。本当にやばいね。最初、うますぎて言葉にならなかった、本当に。旨味がすごいね。いい音したね。サクサクだよ、こうちゃん。いい音。うまっ。じゃあラストだよ。俺完璧なペース配分。ミスった。じゃあ最後。ラスト。では、いただきます。マジでうまい。毎日食べても飽きない唐揚げだね。これは間違いなく。最高です。ということで、本日はですね、やみつき海苔からですね、大河ちゃんに作っていただいたんですけども、はいもうね、もうバッチしすぎて、もうとりあえず最初にまず言葉が出ないぐらい美味しすぎて、もう海苔の風味もそうなんですけど、やっぱ佃煮につけてるのと、あと、こうちゃんあごだしのね、だしも入れてくれてるおかげで、もうね、旨味がすごいんです、とにかく。噛んでも噛んでもどんどん旨味が溢れてくる感じで、もうずっと美味しい。もうご飯にも合うんですけどお酒にも合うし、あとはお子さんが超大好きな味付けになってると思います、これは。もうこれもうね、薄完璧だったね衣なんだけどサクサクしてて、あの衣の薄さでサクサクさんサクサクさんワクワクさサクサクんみたいな。さんはね、なかなかないと思うんで、それもね、ほんとやっぱこうちゃんの揚げ方がね、上手なんじゃないかなと思いました。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。はい、ということで、ぜひね、皆さん作ってみてください。とっても美味しかったです。はいごちそうさまでした。ごちそうさまでした最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイ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 。